挙式当日、婚約者と妹のレイチェルが控室でジョージにふけっているところを目撃した。私は一瞬で笑い物になったが、幼馴染のジェイソン・ローが公開プロポーズで私の名誉を守った。結婚後、彼は完璧な夫だった寝室での演技を除けば、心ここにあらずという感じだった。今年、体外受精でようやく妊娠に成功すると、彼は一層過保護になった。彼が私の避難所だと思っていたが、友人との会話を耳にするまで。冷酷だな、ジェイソン。ニーナはあんなに献身的なのに。なぜレイチェルの出産痛への恐怖を理由に彼女の卵子とすり替えた？あと2ヶ月で出産だ。その後どうするつもりだ？ジェイソンは沈黙し、ため息をついた。生まれたらレイチェルに渡す。彼女の最大の願いなんだ。ニーナには赤ちゃんが死産だったと伝える。根性は彼女に尽くして償う。そういうことか。彼の優しい保護はすべて彼女のためだった。私はきびすを返し、即座に手術の予約を入れた。この汚れた子も偽りの結婚も捨てるつもりだ。第一章。ニーナが真実に気づく心配はないのか？ジェイソンは少し間を置いていった。バレない。確信か？彼女は俺を信じているその口調は革新的だった。俺が言えば一切疑わない。短い沈黙の後、友人は言った。後悔しなければいいが。ジェイソンは軽く笑った。しないさ。そうか、そういうことか。ドアの外で私は爪を手のひらに食い込ませた。痛みで感覚が麻痺していく。寒さが増す中、彼の衣類が足りないか心配で届けに来ただけだった。今、私の胸は切り裂かれ、冷たい風が吹き抜けていく。家にたどり着くと、明かりもつけずにソファに崩れ落ち、震えながら丸くなった。吐き気とめまいがし、涙が音もなくこぼれた。拭う気力もなかった。ドアノブが回る音。彼が帰ってきた。革靴の音が近づき、ソファのそばでかがむ。声は優しく心配そうだ。なぜ明かりをつけない？使用人が食事してないと言っていた。また気分が悪いのか？髪をかき上げながら私の顔を覗き込み、心配そうに尋ねた。ニーナ、どうしたんだ？その手を私の手の上に重ね、優しく言う。食べないと赤ちゃんに悪いよ。その優しい眼差しを直視した。愛とはすべて演技になりうるのだ。4年前、挙式で婚約者と妹の不倫が発覚した。両親は家族は助け合うものと言い、婚約者を譲るよう迫った。世間体を重視し、あの日レイチェル・ゴードンが花嫁だと宣言した。あの時、ジェイソンは公開プロポーズで私を救ってくれたと思っていた。結婚後、私は彼の陰で静かに支え続けた。市場洞察力を生かし投資を助け、数年で無名のベンチャーを投資界の新星に育て上げた。今年の体外受精で全てが完璧に見えた。彼は抱きしめこの子は長年待ち望んだ贈り物だと言った。その優しい笑顔に溺れそうだった。第2章。またしても騙しだった。演技ができるのは彼だけではない。瞬きして微笑みを作った。大丈夫。少し疲れただけ。声は柔らかく少し疲れたように。何もなかったように。彼は安堵の息をつき、優しく慰めた。よかった。今夜は早く休むんだ。そうとも。手術前ならこのゲームも楽しめる。その後は、この茶番に幕を下ろすだけだ。翌朝、ジェイソンは私を産研に連れて行った。細部まで質問する彼に、医師は笑いながら言った。素晴らしいご主人ですね。最近これほど責任感のある男性は珍しいですよ。ジェイソンは私の手を握り、
優しい眼差しで言った。ずっと待ち望んだ子供です。もちろん大切にします。診察室を出ると、妹のレイチェルにばったり。ゆったりしたドレスを着て、私たちを見ると得意げな表情が一瞬浮かんだ。彼女の丸いお腹を見て内心冷ややかに笑った。私と同時期に妊娠したと言っていたが、ずっと待ち構えていたのだ。ニコニコと近づき、軽い口調で言った。ニーナ、予定日いつ？手を伸ばして私のお腹を触ろうとした。冷たい目でその手を払いのけた。何するの？レイチェルは怒りの表情を浮かべた。しかしそれ以上続ける前に、私はうつむきお腹を押さえ、弱々しく言った。お腹が少し痛い。彼女の言葉が喉で詰まり、表情が硬直した。ジェイソンはすぐに私の腕を支え、緊張した口調で言った。検診時間が長すぎたか？戻って休むか？心配そうな口調だが、視線はレイチェルに向かい、無言で慰めているのが分かった。まつげを伏せ、柔らかく言った。トイレに行く。彼は眉を潜めついてこようとしたが、手で制した。大丈夫。ここで待っていて。ためらった後、うなずいた。わかった。気をつけてね。トイレに入ると、ドアを閉めた瞬間に彼が急ぎ去るのを見た。案の定、レイチェルを慰めに行ったのだ。こっそり後をつけ、彼が彼女を忍耐強くなだめるのを距離を置いてみた。レイチェルは眉を潜め、膨れっ面で言った。彼女に惚れたの？あんな無礼なのに何も言わないで。正直に言って、彼女がかわいそうになったの？ジェイソンは困ったようにため息をついた。赤ちゃんのためだ。何しろ彼女は。言葉を完結させず、ポケットから美しい宝石箱を取り出し、新品のブレスレットを取り出した。優しい口調で彼女の手首にはめながら言った。この前欲しがってたブレスレットだ。買ってきたよ。レイチェルの表情が和らぎ、得意げに笑った。この前勧めてくれた株で大儲けしたわ。他におすすめある？眼前の光景に冷笑を禁じ得なかった。ジェイソンは私が与えたすべてを利用し、彼女の心を射止めようとしている。きびすを返し、スマホを取り出して電話した。明日の予約を確認したい。はい、時間通りに行きます。背後で慣れ親しんだ足音が急に止まった。明日？ジェイソンは困惑した口調で言った。どこに行くんだ？振り返り、笑顔で彼の視線を迎えた。マタニティフォトの予約を入れたの。家族写真を記念に撮ろう。第3章。彼の表情が硬直し、ためらった。わざと眉を上げ、軽い口調で言った。どうした？一緒に行きたくないの？彼は私の視線をまともに受けられないようだった。いや、ただ君が疲れるんじゃないかと心配で。それに明日は会議がある。別の日では？彼を見つめ、柔和で思いやりのある口調で笑った。大丈夫。仕事が優先よ。一人で行くから。安堵の息をついたようだった。笑いながら私の頭を撫で、甘やかすような口調で言った。こんな素敵な妻を持てて俺は幸せ者だ。手術当日、出勤前のジェイソンは突然小さなブレスレットを取り出し、私の手首にはめた。君への贈り物だ口調は相変わらず優しかった。下を向いてそれを見た。レイチェルに買ったブレスレットのおまけの品だ。指が少し拳を握りしめたが、笑顔で彼を見上げた。ありがとう。気に入ったわ。彼は唇を緩め、私の髪を撫でながら柔らかく言った。君はいつもそうやって優しいんだ、ニーナ。手術前に実家に寄って両親に会おうとした。中に入ろうとした瞬間、中の声がはっきり聞こえた。
レイチェルは膨れ面で愚痴をこぼしていた。なぜニーナはいつもあんなに傲慢なの？昨日も私の手を叩いたんだよ。母は優しく慰めた。もう少し我慢してね。だってあなたが欲しがったら元婚約者も譲ったでしょ？今回も少し待つだけよ。父は困ったようにため息をついた。騒ぐのは予想ね。やっと望み通りの相手と結婚できたんだから。姑と姑に子供の入手方法がバレたらまた怒られるし、ジェイソンも困るだろう。ジェイソンは慌てて慰め、優しくも力強い口調で言った。心配するな、レイチェル。昨日の検診結果を持ってきたよ。すべて順調だ。あとは赤ちゃんが生まれるのを待つだけ。少し間を置き続けた。ご両親も心配しないでください。レイチェルのためなら何でもします。指先が冷たくなった。全身の血液が凍りつくようだった。皆知っていたのだ。すべては計画通りだった。最初から私は駒に過ぎなかった。少しして執事がお茶を運んできた。ジェイソンが灰を受け取るためにドアを開けると床に何かがあるのに気づいた。真珠が入り口に散乱し、ブレスレットが壊れて転がっている。彼が私の手首にはめたあのブレスレットだ。彼は瞬時に青ざめ、呼吸を忘れたように外に駆け出し、慌てふためいて周囲を見回した。その後、私のスマホに着信が殺到した。電話がつながると慌てて言った。ニーナ、どこにいる？説明するから。私は返事しなかった。声はさらに慌てている。ニーナ、どうした？どこにいるの？ちょうどその時、向こう側から看護師の声が聞こえた。ニーナ・ゴードン様？手術前に同意書に署名をお願いします。ジェイソンは喉を詰まらされたようだった。息が詰まり、瞬間的に取り乱した。手術？どこにいる？何の手術？電話に向かって奉公するように叫び、声は前例のないほど慌てていた。私は冷静に画面を見つめ、軽く指を滑らせた。電話を切り電源をオフにした。第4章。病室のベッドに座り、無意識にシーツを揉んでいた。親友のアンナが電話で手配をしている。数秒後、電話を切り、私を見た。すべて整った口調は相変わらず落ち着いている。計画通りよ。私は冷静にうなずいた。よかった。医師がカルテを持って部屋に入ってきた。表情は厳かだ。ゴードンさん、手術前に再度確認します。カルテをめくり、厳粛な表情で私を見た。妊娠後期なので陣痛誘発が必要です。将来の妊娠に影響する可能性がよろしいですか？一秒も躊躇はなかった。はい。少し間を置き、尋ねた。ご家族は同席されていますか？家族？嘲笑した。私を愛しきにかけると主張する家族はみんな私を騙し、生まれた子を譲る計画をしていた。ゆっくり顔を上げ、恐ろしく冷静な声で医師に告げた。家族はいません。全員死にました。医師は私を一別した。何か言いたそうだったが、結局ため息をつき看護師にうなずいた。手術室の準備を。ドアがゆっくり閉まり、世界が静寂に包まれた。残るは心電図のビープ音だけ。これが自分自身のために下した最初の決断だった。大丈夫。彼らなしの人生はより良くなる。手術後、病室に戻ると、完全に意識が戻る前にアンナの声が耳に入った。ジェイソンが電話をかけまくっている。別の住所を教えたけど、すぐバレるわ目を開けると最初に見えたのはアンナの心配そうな眼差しだった。口調は慎重だ。気分は？一瞬止まり、無意識にお腹を触った。
平らだ。指が空っぽのお腹の上で止まり、何かを確認するようにまたは何かを探すように。アンナは私の動作を見てためらい、慎重に尋ねた。後悔しているの？返事はしなかった。指がゆっくり拳を握りしめ、痛みを感じ始めるまで。後悔？決して。感じたのは憎しみだけだ。私を騙した彼らを憎み、気づくのに時間がかかった自分を憎む。幸い、遅すぎはしなかった。彼らを思うままにさせなかった。冷ややかに笑いながら顔を上げた。全く後悔していない。そして枕元の書類に手を伸ばした。声は枯れているが明確だ。もう署名済みよ。アンナは書類を受け取り、真剣な表情で読み上げた。離婚届？少しうなずいた。すぐに提出して。それ以上は尋ねなかった。わかった。少し間を置き続けた。私の口座で投資してた株が大成功したわ。すぐに返金する。うつむき、冷静な口調で言った。わかった。1秒後、冷笑した。眼差しは氷のようだった。彼らに知られるな。回復したら、ゆっくりと償わせる。翌日、ドアの前で慌てた足音が聞こえた。目を閉じ、息を吐き、指がシーツを握りしめた。ついに見つかったのか。ドアが勢いよく開き、ジェイソンが先頭に立った。病床の私を見ると、彼の顔から血の気が引いた。眼差しの慌てふためきは隠せない。ニーナ。どうしてそんな軽率なことを。誤解だ、説明できる私に向かって駆け寄り、口調は焦っていた。